2019年にネイチャーコミュニケーションズで発表された545本のイチョウのゲノム解析結果は、進化論の常識を根底から覆しました。生物は環境に合わせて姿を変え、進化するものだと教わってきましたが、この木はなんと2億7000万年もの間、一度もその姿を変えていなかったのです。この動画を見終える頃には、秋の街路樹としておなじみのイチョウが、いかにして地球史上最強の生存者になれたのか、その理由がわかるはずです。多くの人は、イチョウが街路樹に選ばれるのは、公害や虫に強いからだと思っています。毎朝の満員電車に揺られる私たちと同じように、排気ガスや都会の過酷な環境をただ黙々と耐え抜くタフな植物だと思っているわけですね。確かに、その説明も一理ありますが、真の理由はもっと深く、驚くべきところに隠されています。単に環境に強いだけの木なら、これほど生物学界で異例な扱いを受けることはないはずです。生物学者は、地球上のあらゆる生命を、門、孔、芽、果、属、種という巨大なツリー構造で分類します。ですが、イチョウは門から属に至るまで、その系統に一種しか存在しない唯一の生物なんです。これが何を意味するのか、その仕組みを紐解いていくと、この状況がいかに異様であるかがわかります。動物の世界で例えるなら、哺乳類や鳥類、爬虫類を含む脊椎動物という巨大なグループに人間だけが生き残っているような状態です。親戚もいなければ枝分かれした親族もいない、この巨大な家系に立った一種だけが取り残された孤高の存在と言えます。その理由を知るには、時間を2億7000万年も遡る必要があります。恐竜が繁栄した白亜紀は、今から約1億年前。十分な大昔ですが、イチョウは、そのさらに1億7000万年も前に誕生しました。そして、今もなお、化石に刻まれた当時の姿のまま生き続けているのです。この驚異的な生命力は、今も私たちの身近で証明され続けています。対馬の長勝寺にある古都のイチョウは、高さ23メートル、幹の周囲は13メートルにも達する圧倒的な巨木です。科学的な分析の結果、この木の樹齢は少なくとも1500年を超えていることが分かりました。1000年以上もの間、同じ場所で巨大な森のように成長したその姿は、見る者に深い畏敬の念を抱かせるのに十分なものでした。18世紀、落雷による火災で、幹の中が焼け落ち、巨大な空洞ができました。村人たちはこの不思議な空間に、稲荷神を祀り、神聖な場所として祈りを捧げるようになったのです。まさに、自然の脅威が信仰へとつながった瞬間でした。しかし、科学者たちが抱く真の疑問は、ここからです。これほど生命力が強く完璧な木なら、世界中どこに自生していてもおかしくありません。ところが、野生のイチョウの森は東アジア、それも中国の特定地域にしか存在しないのです。欧米では、イチョウの化石が大量に見つかりますが、現在、野生の木は一本も残っていません。この謎を解明するため、2019年、科学者たちは、世界中から545個体のゲノムを集めて分析する大規模なプロジェクトを実施しました。ゲノムは生物の移動経路や進化の歴史が刻まれたバーコードのようなもので、これを分析すれば樹木の本当のフラドができるからです。研究チームは遺伝子の類似性に基づき、木々を赤、緑、黄、青の4つの系統に分類しました。分析の結果、驚きの事実が判明しました。赤と緑の系統が最も古い遺伝子を持っており、他の色はすべてこの2色から派生した子孫であることが
遺伝子マップにはっきりと示されています。最も古い系統の遺伝子を持つイチョウの生息地を地図で確認すると、すべて中国南部の特定の地域を指していました。つまり、現在、地球に生きるすべてのイチョウは、各地で同時に誕生したのではなく、その地域だけで生き残った個体の子孫だというわけです。かつて世界中に広がっていたイチョウが、なぜたった一箇所を除いて絶滅してしまったのでしょうか。その謎を解明する最も有力な科学的根拠が、氷河期避難所仮説です。地球の歴史を振り返ると、大規模な絶滅を伴う激しい気候変動と氷河期が計3回も訪れています。この過酷な寒さの中、北米やヨーロッパ大陸のイチョウたちは耐えきれず、すべて凍死してしまいました。しかし、中国南部の特定の地域だけは、奇跡的に温暖で湿潤な気候を維持していたのです。真冬に国全体で大停電が起きる中、自家発電で暖房が灯るコンビニが建った一軒だけ残ったような状況です。世界中でイチョウが絶滅へと向かう中、中国のこの暖かな避難所に根を張っていたものだけが、かろうじて生き延びることができたのです。この事実を知ると、新たな疑問が湧いてきます。2億7000万年もの間、3度の大絶滅を乗り越え、限られた場所で生き延びたのであれば、環境に適応して形を変えたり、新種に分かれたりするのが自然ではないでしょうか。数千万年前の化石と、今私たちが道端で踏んでいるイチョウの葉は、驚くほどそっくりなんです。研究チームは、ゲノム解析を通じて、その奇妙な生存戦略の秘密を、ようやく解き明かしました。イチョウは、姿を変えて進化するのではなく、過酷な環境の変化をすべて、自身の遺伝子に刻み込む道を選びました。見た目は、完璧な初期デザインを保ちながら、その内側には、荒波を乗り越えてきた壮絶な変異の跡が、まるで傷跡のように蓄積されていたのです。つまり、イチョウは進化を止めたわけではありません。むしろ、過酷な環境下で、外見は維持したまま、内部の生存システムを極限まで高めるという、極めて高度な適応を遂げたのです。生きた化石と呼ばれるこの木ですが、実は一度たりとも、進化の激しい最前線から退いたことはありませんでした。イチョウがどう絶滅を免れたのか、その経緯は判明しました。しかし、科学者を悩ませる大きな謎が残っています。もし、中国南部が氷河期を逃れた完璧な避難場所だったなら、なぜそこで共に生き延びたはずの他の古代植物の生態系が見つからないのでしょうか。どのような環境条件がイチョウだけの生存に有利に働いたのか、その理由は未だに解明されていません。もしかするとイチョウは私たちがまだ知らない地球の秘密をその根の深くに隠し持っているのかもしれません。次に大阪の御堂筋で黄金色に染まったイチョウ並木を通りかかるときはこのメカニズムを思い出してみてください。あなたが見ているのは決してただの街路樹ではないのです。恐竜よりも古い2億7000万年前の完璧なデザインを保ち、氷河期を唯一の避難所で生き抜いて、再び世界へ広がった。まさに、生存の証と言える存在です。そして、もし植物が、なぜ秋に一斉に色を変えるのか、紅葉の本当の目的に興味があるなら、それはまた、全く別の生存戦略の物語になります。知らなくても困らない。けれど知るとためになる。そんな知識をお届けするクリでした。